皆さんこんにちは。ともさんの経営学へようこそ。ここでは日系コンビニエンスストア、便利店、以下 CBS と呼びますが、そこにおける海外進出状況についてお話しいたします。とりあえずここでは中国での調査活動が新型コロナの発生により半ば行き詰まった中で、コロナ発症前にわずかに調査できた内容をもとにして可能な限り現在の資料と突き合わせての分析を試みることにしました。皆様もよくご存知のように、現在まで日本における小売業のコンビニ業態は急成長してきておりますが、このことは日本以外の海外においても同様な現象を示しておりまして、現在の CBS の業界は中国でも今や生活に欠かせない存在にまで急成長しております。そこでここではその進展状況から見た発展要因と思える日経 CBS の特質について中国に焦点を当ててクローズアップしてみたいと思います。とりわけ中国における日経 CBS の主要3社に焦点を当てて、日経 CBS の進展状況から見た日本的管理方式の経営特質という視点から見てみたいと思います。現在までの中国市場における CBS 業界の成長は、小売業の先導役として飛躍的に進展してきている中で、日経 CBS の展開が中国全体の CBS 市場における店舗数ランキングのトップ10以内に位置するまで進展してきており、このことは日本的管理方式の特質としてのフランチャイズ方式、 FC などによる効率的な店舗管理に加えて、従業員教育の徹底などによる各種サービス管理によるものと考えられるわけです。このことからこのコンテンツでは、中国における日経 CBS の主要3社、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの3社に焦点を当てて、その進展状況から見た日本的管理方式の経営特質をクローズアップしてみたいと思います。これが目次となりますが、ここでは中国における日経 CBS の主要3社に焦点を当てて、日経 CBS の進展状況から見た日本的管理方式の経営的特質という視点から考えてみたいと思います。今回調査した地域であった100円ショップのふるさとで知られる EU 国際市場においては、日本の CBS の進出はそれほど見られていなかったのですが、地域の CBS として10足と書いてトータリというものですが、そのブランド名の CBS が至るところで普及しておりました。中国の内陸部地方における日本式 CBS の進出の遅れは、市バスや自家用車が効率的に使用され、店頭販売が普及していることから、日経 CBS のような多様なサービス、とりわけ従業員教育を含む日本的経営方式に関しては、とりあえずインフラの整備や教育水準の向上を必要とすると思えるので、未だに普及していないものと考えられるわけです。現地資本の CBS では、飲み物や小物の生活必需品の販売が主体となっており、全近代的なイメージがありますが、交渉における EU 国際市場においては、世界中の卸売市場が普及しており、その中での CBS の需要も極めて限定されるものと考えられ、近代的な CBS 全体の内陸部地方への普及は、中国トップのガソリンスタンド併設の CBS の進展をも含めて今後の展開が期待されています。日経コンビニアジアにおける進出状況を見ますと、セブンイレブンが最も多く、
海外で店舗数を伸ばしておりまして、台湾やタイなどに進出した後で中国に展開してきているのがわかります。中国では日系 CBS の発展とともに中国系 CBS も同時に発展してきたのですが、同時に2018年までには日系 CBS 主要3社においてはトップ10に入るまでに躍進してきています。中国ではローソンがローセン、ファミリーマートがファンジャ、セブンイレブンがチシビアンリディアンと呼ばれており、主として都市部の密集地域に展開して、セブンイレブンが北京、天津、広州などに進出、上海を中心としたのがファミリーマート、ローソンが成都、重慶の地域へと進出しております。その清潔さ、便利さ、新鮮な品揃えなどが好評であったわけですね。それに伴ってこれまで普及してきた中国系スーパーも1990年代頃から CBS を併設して市場に参するようになり、コンビニと同様の若年層に評判のおにぎりやお惣菜、スイーツなども販売して日系 CBS と競争するようになりました。中国の CBS の起源は1987年、広州市で小規模な地元資本の家族的経営から成長し、スーパーマーケットの誕生とともに1992年に広東省深セン市のコンビニ店便民店ビャンミーディアンというんですが開始されました。その後中国の CBS 業態は1996年に日系ローソンが上海に進出するまで停滞しておりましたが、このローソンの上海進出が系 CBS の発展に刺激を与えたことで、中国系 CBS の発展は上海沿岸部都市から急速に展開されてきたのです。中国の CBS の起源は1987年、広州市で小規模な地元資本の家族的経営から成長し、スーパーマーケットの誕生とともに1992年に広東省深セン市のコンビニ店便民店ビャンミンディアンと呼ぶのですが開始されてきました。その後中国の CBS 業態は1996年に日系ローソンが上海に進出するまで停滞しておりましたが、このローソンの上海進出が中国系 CBS の発展に刺激を与えたことで、中国系 CBS の発展は上海沿岸部都市から急速に展開されてきたのです。中国で最も店舗数が多いガソリンスタンド併設の CBS を除くと、上海地区では地域に根付いている吉野里、広東省ではメイジャー、四川省成都では本キーのような地域集中型 CBS が上位を占めてきておりますが、都市部の上海ではファミリーマートやローソン、日系のセブンイレブンは広東省幅広く進出するようになっています。2018年のデータなんですが、中国系 CBS では店舗数の増加に生産効率性が伴っておらず、利益が低いのもまた事実です。大抵の中国系 CBS は地元で開業した個人経営の小さな商店が多いためにサービスの格差があり、特色が少ないことから競争力が弱いと言われていて、それに対して日系 CBS は次に述べる日本的管理方式の特質によって競争の優位を確保していることが考えられるのです。それについてこのコンテンツではまとめていきたいと思います。ほとんどの中国系 CBS は地元で開業した個人経営の小さな商店が多いために
各店舗で行うサービスの質に大きな格差があり、特色が少ないことから競争力が弱いと言われているのに対して、日経 CBS はこれから説明していきます日本的管理方式の特質によって競争の優位性を確保してきていることが考えられます。このように中国系 CBS が日経に出遅れた要因については、まず業態コンセプトに対する認識不足、2番目に顧客が獲得できていないなど、また店舗数の増加に生産効率性が伴っていないとか、粗利益が低く赤字経営の企業が多い、そしてフランチャイズ経営が少ない、商品の品揃えが少なく在庫不足である。で、FC による科学的な管理に欠け、サービスレベルが低い、流通チャンネルが不備である、偽造品や低品質の要因、低品質があるなどの諸要因が今のところ考えられております。これは浙江省で普及している代表的なコンビニトータリの写真であります。10足って書いて分かりやすいですね。中国の CBS は1987年広州市で小規模な地元資本の家族的経営から成長し、スーパーマーケットの誕生とともに1992年に広東省深セン市のコンビニ店弁民店として開始されました。その後中国の CBS 業態は1990年に日系ローソンが上海に進出するまで停滞していたのですが、このローソンの上海進出が中国系 CBS の発展に刺激を与えたことで、中国系 CBS の発展は上海沿岸部都市から急速に展開されてきました。2018年には中国の CBS を含めた小売業全体の売上高は前年比 8.9% 増の33兆8000億円、2018年ですね、約600兆円と過去最大となり、百貨店業態と多機能一体型のショッピングセンターの成長に伴って CBS が発展してきました。概して中国国内のコンビニ業界は良好な発展の流れを示しておりまして、中小産業研究院が発表した中国コンビニ業界市場先行き及び投資機会研究報告書2020年から25年によりますと、中国のコンビニの2018年の売上は2264億元で、業界の成長率は 19% に上ったと言われています。店舗数は12万2000店、2019年の店舗数は2018年に比べて 10.3% 増の約13万5000店で、売上は 24.2% 増の2812億元、しかしその多くが直営店であり、日系の管理方式としての FC システムは普及していないのが実情なのです。中国商務部はこのほど発表した中国小売業発展報告で、2018年の中国小売業の発展状況を発表しております。この報告によりますと、2018年の中国小売売上高は前年比 8.9% 増の33兆8000億元で、業界は安定成長を維持、重点企業中でも上場企業の収益が改善しており、2018年末時点で中国の小売業事業単位は2080万箇所、前年比の伸び率は 7.8% と前年より 0.9 ポイントも加速し、小売業店舗のモデル転換と高度化が進んでいるものと発表しております。コンビニに限っては2018年にコンビニエンスストアの売上高が前年比 8.3% 増と
小売業全体で首位になったとその好調ぶりを示しました。その反面、百貨店業態も回復傾向が続き、多機能一体型のショッピングセンターが良好な成長を遂げ、小売店舗企業の売上増を牽引したわけです。同報告書は、小売業の変革と発展が依然としていくつかの問題に直面し、経営コストが持続的に増加しており、人件費や賃貸料、資金調達コストが高まりを示しており、モデル転換と高度化、技術の世代交代により設備改造コストや技術的難易度が高く、古い商業設備は小売企業の発展を制限しているものと考えています。オンラインと店舗の小売業発展がもたらすネット通販の信頼性の問題など、監督管理制度の整備も必要であり、小売業のプロフェッショナル人材の育成を重要視しております。今後の予測では、2019年の小売業は平穏で健全な発展を維持し、より良質で豊富な商品とサービスが供給されるようになり、便利な商業施設が一段と整備され、消費の利便性も向上、小売業の質の高い発展も一段と高度化する見通しですね。で、商務部は2022年までに全国のコンビニを30万店舗にまで増やし、24時間経営の店舗を 30% 以上に普及させることを目指しています。同時にコンビニの利便性やサービスの品質を高め、各地の店舗を増やしてネットワーク化を図り、3年間で一気に質と量を向上させ、どの都市でも市民が徒歩15分以内にコンビニがある15分便利生活圏を作ることを掲げています。このような中国政府の後押しにより、日系コンビニも今後もさらに成長していくものと予想されております。このように中国での日系 CBS の進出は、中国 CBS 全体の競争意識を刺激し、店舗数の増加と中国の小売業に占める CBS 全体の売上高の伸び率でも示されておりまして、中国でのスーパーや百貨店などの小売業店がマイナス成長になっている中でも、中国 CBS は 20% 台の成長を続けているわけです。それでは中国での日系 CBS の進出状況について見ていきたいと思います。日系 CBS は店舗立地選択として大型ショッピングセンターやオフィス街などの集客エリアへの出店が目立っております。そのため店舗の賃料が高くなる傾向もありますが、独自のマーケティングによるフランチャイズ経営を展開しておりまして、オフィス街や大型病院など人が密集するエリアへの出店で比較的に高い集客率を獲得しているわけです。それに対して中国系 CBS は地域の地元住民を対象とした地域集中型出店が多く、その顧客定着率も低く、それは2003年には 18.75%、2004年には 22.28% の定着率であったとも報告されております。